こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は地上探索会でした。カボチャの有効活用に失敗したり、馬が逃げたり馬に命を狙われたりと散々でしたが、ようやく採掘用最強ツルハシをゲットしました。私の戦いはこれからです。テリーの次回作にご期待くださいってところね。いやそれ本末転倒です。さて、では早速20周目開始です。最強ツルハシで掘っちゃいますよ。ダイヤ求めて5です。早速開始30秒で金鉱脈が。やっぱり最強ツルハシ早いです。さらに3分して金鉱脈と廃鉱が。廃鉱があるとちょっと勢いそがれますが、まあそのうち廃鉱エリアは抜けるでしょう。どうやらここは前の周回で掘り当てた廃鉱通路の続きのようです。1は地上の池の真下ですね。さらに2分掘ってやっとダイヤにありつきました。鉱石8つで美味しいです。さて、ツルハシの方はなんとかなったし、次はシャベルをどうにかしないと。もはやツルハシよりも掘るのが遅いかしら。ピラミッド企画の方で行った採掘速度の計算が、役立つ時が来たようです。あと、まだちょっと不満なのが洞窟掘り当てた時です。まだまだ姿も見えないモブに怯えながらの慎重作業をせざるを得ず、これが結構のタイムロスです。ゴリ押しできる程度のエンチャント防具が欲しいということね。さて20周目終了で、ダイヤがようやく100個超えました。つまりまだたった 1% ね。まあ 2% まですぐですよ。さて拠点に戻ってきました。やっと経験値をツルハシ以外に回せるようになったので早速、と行きたいところですが。どれもレベル3止まりね。あれ？オットブーツはすでに不要済みです。わかりました。これは採掘用ツルハシ2本目を入手する流れなんです。むしろスカを引く流れじゃないかしら。いえいえ、私も常に運が悪いわけではありません。運の良いテリーなんて異次元かパラレルワールドにしかいないわよ。どうもそのようです。で、ここは計算上は効率強化2で十分なはずだと、シャベルを選択したのですが、しかしこれは、この後プレイを進めて失策だったと判明します。なんで？ちょっとややこしい事情です。まあ細かい話は後ほどに。ともかく精錬で経験値30までまた貯めて、防具がまたスカばかりだったので、経験値をまたツルハシに回す羽目になりました。クリーパーウェルカムモードは継続中ね。でも、こういう時は物欲センサー理論上では採掘用ツルハシが出るんです。思わず期待してしまいます。なぜ来ない？理論が間違っていたのか？思わず期待したからよ。さて21周目です。早速砂利を見つけたのですが、採掘速度が予定していたよりも遅いんです。要するに、ピラミッド企画の採掘速度計算に誤りがあったのね。いえ、これは別の問題で、砂利の硬さが砂や土と同じだと誤解してました。ピラミッド企画の方では砂利の硬さまではまだ調べてなかったんですよね。後で調べたら砂利は 1.2 倍硬かったです。ともかく掘り進めるとまた廃鉱が、木材の構造が異なるので、今まで見つけた廃鉱通路とは違う場所のようです。で、そのすぐ先に、周回4周前から続いてた廃鉱通路がありました。地図上に印をつけると、21周目まででブランチマイニングで見つけた廃鉱はこんな感じです。やっとこの辺りから広がってくるのかしら。さて、お待ちかねの土の埋石を見つけて今度こそハイスピード採掘と思ったのですが、全然速くないじゃない。今度こそ計算ミス確定ね。原因は、英語読むのを横着して、公式ウィキ日本語版の値から効率強化の効果を算出してたことでした。
どうも日本語版は昔のバージョンの情報が載っていたようです。つまり、昔は1レベルごとに 50% ずつ加算だったのが、30% ずつ乗算に仕様変更されていたようです。それに引っかかっちゃったわけね。でも、話はここまでにとどまりません。ビーコンで石の採掘が限界突破するらしいとご指摘いただいていたのですが、英語版の値を使って計算しても、やはり数値が届かないんです。で、さらに公式ウィキ英語版を調べていたら、別ページで算出方法の新たな記載を見つけました。それによるとどうもさらに仕様変更が施されていて、現状は道具の素材に依存する数式になっているようです。つまり、英語版のエンチャントのページは古い情報が載っていたということ？多分。まあ今後エンチャントを用意して実際に採掘したらはっきりすると思います。さて21周目終了。やっとダイヤが伸びてきました。このまま次の22周目に突入します。そして4分後、明らかに以前と異なる廃坑通路を掘り当てました。いよいよ毒蜘蛛の出番かしら。結果としては出てこなかったです。これ、ブランチマイニングやるときは単に邪魔なだけですが、でもいつかまた素手掘りで廃坑を掘り出さないとならないことを考えると、この広がりはありがたい。ついそんな葛藤を抱いてしまいます。なんでまた素手で廃坑を掘らないとならないのよ。まあともかく雲の糸が入手でき、これで弓がようやく作れるようになりました。ちなみに弓はダイヤ製がないので、縛り上は木製のものを使って OK です。斧持ってくればよかった。さてこの廃坑通路の地図上の位置ですが、最初にたどり着いた場所はこの辺です。東に向かって伸びているのね。通路の一番奥は溶岩が流れてて、結構埋めるの面倒な状態です。ようやく溶岩を一段落させて、廃坑通路の一番奥は新たな地図の範囲でした。風車型の北東の頂点に達した時点で地図が埋まったので、これを元に廃坑地図をつなげてみたらこんな感じになりました。ようやく頑張ったら素手掘りで廃坑が掘り出せそうな範囲になってきましたね。そうかしら。そして22周目終了。ダイヤがかなり追い上げて、発見鉱石数は事前計算の期待値 -5% ほどとなってます。さて、拠点に戻って弓のクラフトです。この死ねない企画では、弓で生きながら得る機会もあるでしょう。逆に弓に頼りすぎて死ぬこともあるわよね。チェストプレートの爆発耐性法がようやく聞けました。これで防具のエンチャントは鈍い、あと2つは両方ダメージ軽減法をつけたいところです。火炎耐性はいいの？いざとなったら上位の金リンゴ食べればいいわけですし。そして精錬によってもう一度エンチャントチャンス。防具のエンチャントは微妙でした。まあ採掘用ツルハシの耐久度が減ってきてるので、ぼちぼち2本目揃えたいところです。全然出る気しないのでやめましょうか。でもやっぱり出るかもしれない。あら、いつ異世界のテリーと入れ替わったのよ。ついでに上位の金リンゴ2つ目も作っておきます。なんだか企画がどんどん進んでいる感じがしていい気分です。さて、どんどん行きます。まだまだ行きます。さて3分で廃坑通路を掘り当てたのですが、ここは洞窟つながりでたまたま見えてるだけで、通路上ではないので地図の印からは除外です。いつものように経験値稼ぎで身近なレッドストーン鉱石を掘ってると、天井の溶岩の雫が活性化したので遠慮がちにします。そこから10秒、天井から洞窟を掘り当てましたが、これは、廃坑の階段っぽいですね。上に木材見えているわね。これは一応確認します。で、この周回で見つけた廃坑はここだけで、地図はこんな感じになりました。あら、頂点のすぐ近くじゃないの。
さて23周目も終了。まだまだ1周ぐるっとで25分ほどしかかかりません。そういえばトロッコなのですが、拠点へ向かう時に最初の加速が物足りないんですよね。パワードレールが4周おきだものね。それにしてもだんだん細かいことを気にするようになってきたわね。拠点に戻って、残り2つの部位のうち、レギンスでダメージ軽減4を引きました。スリル味わえなくなってきたわね。いえまだ全然怖いです。ここで次の周回に進む前に、パワードレールを2周おきに増設することにしました。拠点への帰りの負荷がだいぶ軽減されるはずです。風車型は24周目、1辺進んで北東まで来たところです。ぶわっと水があって処理が面倒ですが、これやたら形状が整っている洞窟ですね。ということはまた廃校の階段ね。現在位置は北東のちょうど頂点で、ここから南に階段が下っていっていました。さてそういえば、このバージョンでは初めて岩盤に届く廃校を見つけたことになります。でもまあ階段だけどね。やはり以前より廃校が下の方まで生成されにくくなっているのでしょうか。さて、また地図に印を追加しました。今は24周目ということで、座標軸上96メートルずつ拠点から離れているのですが、そろそろ廃校の調査も終わりが見えてきそうね。24周目終了です。金もダイヤもあまり集まりませんでしたが、なんとかダイヤ 2% 突破です。さて拠点に戻ってエンチャントあるのみ。今度こそ防具一式ソロ、はないです。もう火炎耐性でいいんじゃないの？いえそういうわけにも。防具のエンチャントも最近細かく調べたんですが、ここで妥協すると爆発耐性が上限に届かないんです。しかし剣のエンチャントがいい感じのが。そしてフレームやノックバックがつく？なんだまだ異次元のテリーがいたの？どこの世界の私でもいいじゃないですか。さて、アイテム整理などして今回はここまでです。ひとまず装備のエンチャントは後弓とヘルメットだけで揃うところまで来たわね。はい。まあだいぶ安心感が出てきたのですが、でも得体の知れない恐怖感がまだ付きまとってます。前に緊急時に上位の金リンゴを食べるとお話ししましたが、消化するの数秒かかってしまって、やっぱり即時回復ポーション欲しいです。それはいいわね。きっとネザーが口開けて待ってるわよ。あと次回からは時々地上の地図を開拓していきます。村人の取引を活用したいですから。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。